食べ物まるっと研究所です。今回はもち麦の体への影響についてお話しします。もち麦は大麦の一種で、ご飯に混ぜたり、スープに入れたり、もちもちとした食感が人気です。そんなもち麦を毎日食べ続けたらどうなるの？食べ過ぎるデメリットはあるのかなと気になることも多いですよね。もち麦はあまり知られていない驚くべき健康効果があります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、もち麦で得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。この動画を最後まで見ていただければ、もち麦を正しく生活に取り入れることができます。もち麦で健康な体を作る際の参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは食べ物の健康効果を中心に役立つ情報を定期的に発信していますので、見逃さないようぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではもち麦を毎日食べるとどうなるのか、もち麦の健康効果からいってみましょう。もち麦の健康効果1つ目は糖尿病の予防です。糖尿病の予防には血糖値の急上昇を防ぐとともに、血糖値を正常値で維持することが大切です。もち麦には糖質の吸収を緩やかにして、食後の血糖値の急上昇を防いでくれるベータグルカンという水溶性食物繊維が豊富に含まれていて、糖尿病の予防が期待できます。また、ベータグルカンは腸内環境を改善する乳酸菌を増やすことも分かっているので、糖尿病の原因になる腸内環境の乱れを改善してくれるんですね。さらに、もち麦を食べると GLP-1 というホルモンの分泌が促されますが、GLP-1 はインスリンの分泌を促して血糖値を下げる役割や食欲を抑える作用を持つので、糖尿病の予防に一役買ってくれます。そして GLP-1 は次の食事の時にも血糖値上昇を抑える効果が持続する可能性があります。例えば朝食にもち麦を食べると、朝食だけでなく昼食後の血糖値上昇も抑えられるというわけですね。農研機構の研究でもベータグルカンを多く含むもち麦ご飯は白米のご飯と比べて血糖値を上昇させる速度を示す GI 値が低く、食後血糖値の上昇を緩やかにかつ低く抑えると発表しています。もち麦の健康効果2つ目はがんの予防です。もち麦に含まれるベータグルカンなどの食物繊維は腸内の善玉菌の餌になって腸内環境が整うことで免疫機能も正常に作用するようになります。免疫が強化されることで感染症を予防するだけでなく、がんの予防も期待できるというわけですね。また食物繊維が腸内環境を改善して便通を促進する効果もあるので、有害物質や発がん性物質が腸内に留まる時間を少なくすることもできます。大腸がんなどの発症リスクを低くすることができるんです。もち麦は白米の20倍以上の食物繊維を含んでいるので、いつものご飯にもち麦を混ぜることで手軽に食物繊維を摂ることができます。イギリスインペリアルカレッジロンドンの論文でも、食物繊維を1日 10g 摂った場合、大腸がん発症リスクが減少したという結果が出ています。もち麦の健康効果3つ目は高血圧の予防です。高血圧は心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる疾患の原因になりますが、もち麦は白米の約2倍の量のカリウムを含んでいるので、高血圧の原因になる余分なナトリウムを排出する効果が期待できます。また、もち麦に豊富に含まれるベータグルカンは塩分の吸収を抑えてくれる役割があるので、高血圧予防効果が期待できるんですね。大妻女子大学の研究でも、穀類の中でもベータグルカンが豊富な大麦に血圧低下作用が認められたという結果が出ています。もち麦の健康効果4つ目は心臓病のリスク軽減です。もち麦に含まれるベータグルカンは悪玉コレステロールである LDL コレステロールが高い人の値を低くする効果が期待できます。LDL コレステロールは動脈硬化や狭心症、心筋梗塞などの発症と関連しているので、もち麦を食べることで心臓病のリスクを軽減できる可能性があるんですね。ベータグルカンはコレステロールの合成を妨げたり、コレステロールの元となる物質を体の外に排出する働きがあるので、結果 LDL コレステロールの値を下げることができるというわけです。
また、ベータグルカンは値が正常な人のコレステロールや善玉コレステロールには作用しないということも嬉しいポイントです。アメリカの食品医薬品局も大麦に含まれるベータグルカンを1日あたり 3g 以上摂取すると、総コレステロールと LDL コレステロールを低下させて、心臓病のリスクを軽減できる可能性があると発表しています。もち麦の健康効果5つ目はダイエットをサポートです。食事の後、血糖値が急上昇すると、それを下げようとするインスリンの作用で強い空腹感を感じることがありますが、もち麦のベータグルカンは糖質の吸収を抑えて食後の血糖値の急上昇を防いでくれる働きがあります。これによって満足感が持続して食べ過ぎを防ぐ効果が期待できるんですね。また、血糖値が緩やかに上昇していくことで、糖分を脂肪に変えて体に溜め込む働きのあるインスリンの過剰分泌を抑えることもできます。そしてさらに、もち麦は食べ過ぎを防いでくれるホルモン、GLP-1 の分泌を促してダイエットをサポートしてくれます。スウェーデンのルンド大学の研究者の論文でも、大麦製品は小麦のパンと比較して、より高い満腹感があるという結果を発表しています。また他にはアメリカ・カリフォルニア大学の研究者の論文では、大麦を含む食事の後はインスリン反応が他の食事より鈍くなったと結論を出しています。もち麦の健康効果6つ目は便秘解消です。もち麦は不溶性と水溶性の食物繊維がバランスよく含まれています。もち麦の食物繊維の量はごぼうの約2倍、白米の20倍以上です。かなり豊富に含まれていることがわかりますよね。不溶性食物繊維は便の傘を増やして腸の蠕動運動をスムーズにする効果。もう一方の水溶性食物繊維は便を柔らかくして排出しやすくする効果があって、両方の効果がバランスよく働いて便秘解消につながります。また食物繊維は腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整える効果もあるので、便秘解消に役立ちます。このようにもち麦には様々な健康効果があります。毎日食べることでその健康効果も高くなります。でも食べ過ぎには注意が必要です。そんなもち麦を食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。もち麦を食べ過ぎるデメリット1つ目は便秘・下痢です。もち麦には腸内環境を整える食物繊維が豊富で、便秘解消に役立ちますが、食べ過ぎには注意が必要です。もち麦には不溶性と水溶性、両方の食物繊維が含まれていて、不溶性食物繊維は摂りすぎると便の傘が増え、固まって便秘になることがあります。またもう一方の水溶性食物繊維は便を柔らかくする効果があるので、摂りすぎると便が緩くなって下痢を引き起こすことも、適量であれば整腸作用がありますが、摂りすぎることで下痢や便秘になることもあるので、もち麦の食べ過ぎは控えた方がいいです。もち麦を食べ過ぎるデメリット2つ目は胃もたれです。もち麦は食物繊維が豊富で消化に時間がかかります。なので大量に食べることで胃に負担がかかって胃もたれを起こすことがあります。胃腸が弱っているとき、胃腸がもともと弱い方は食べ過ぎに注意が必要です。無理のない量から試すことが大切ですね。もち麦を食べ過ぎるデメリット3つ目はアレルギーです。もち麦には小麦アレルギーの原因となるグルテンに似たタンパク質が含まれています。完全にグルテンと同じというわけではありませんが、よく似た構造をしているので、食べ過ぎるとアレルギー反応を引き起こしてしまう可能性があります。特に小麦アレルギーを持っている人は注意が必要です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。1日2日、もち麦を摂りすぎたからといってすぐに健康に悪影響が出るわけではありません。ただ長期的に食べ過ぎると体に問題が出てくる場合があります。それではもち麦の適正量はどのくらいなのか、もち麦に含まれる食物繊維の量を基準に考えます。厚生労働省が発表している食事摂取基準では、食物繊維の1日の摂取目標は男性が 21g 以上、女性が 18g 以上とされています。また厚生労働省の健康情報サイトでは、食物繊維を1日あたりプラス 3g から 4g を目標に摂取することが勧められています。これらを考慮すると、もち麦を1日 50g 食べれば食物繊維を 5g 摂取できるので、
食物繊維の不足分をカバーすることができるということになります。ただ、個人の体質や健康状態によって必要な食物繊維の量は異なってきますので、体調を見ながら摂取量を調整することが大切です。次に、もち麦の健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。食べ方のポイント、おすすめの食べ方をお話ししていきますね。もち麦の食べ方のポイント1つ目は、朝食か昼食に食べるです。もち麦は白米と一緒に炊いて食べるのが一般的ですが、いつ食べれば効果的なのか気になるところですよね。私のおすすめは朝食か昼食です。もち麦に含まれるベータグルカンなどは食後血糖値の急上昇を防いでくれ、その効果は次の食事の時まで続くので、朝食や昼食にもち麦を食べることで、次の食事の血糖値コントロールにも役立つメリットがあるんです。血糖値の増減を最小限にすることで、糖尿病予防にもなりますし、血管や細胞に負担がかかるのを防ぐこともできます。また、もち麦は腹持ちがいいので、朝食や昼食に食べることで、間食を防ぐこともできてダイエットにも効果的です。もち麦の食べ方のポイント2つ目は、夜に食べ過ぎない方がいいです。もち麦は消化に時間がかかるので、夜にもち麦を食べると、就寝前に胃腸が活発になって睡眠の妨げになる場合があります。また、もち麦を消化しきれないまま寝ることで、お腹が張ったり胃もたれを起こすこともあります。夜食べるのであれば、量を調整したり、寝る直前に食べないようにするなどの工夫が必要ですね。次に、もち麦のおすすめの食べ方をお話しします。もち麦のおすすめの食べ方1つ目は、お米と一緒に炊くです。もち麦を白米と一緒に炊飯する。もち麦の基本的な使い方ですね。普段のお米と水の量に、もち麦 50g と水 100ml を加えるだけで、1日の食物繊維不足分 5g を取ることができます。もち麦ご飯を炊いて冷凍しておくと、朝や昼の忙しい時でも温めるだけなので簡単です。昼間外に出ている人は、もち麦ご飯のおにぎりもいいですね。また、家族がもち麦ご飯を嫌がるなんてこともありますよね。そんな時はもち麦だけを茹でておいて、自分のご飯にだけ混ぜれば簡単にもち麦ご飯の出来上がりです。茹でたもち麦を冷凍保存しておけば手軽に利用できて便利です。もち麦のおすすめの食べ方2つ目は、スープにするです。もち麦はスープに入れるのもおすすめです。トマトスープ、コンソメスープ、中華スープ、何でも合います。好きな具材と一緒に煮込むだけなので、手軽に普段の食事に食物繊維や栄養素をプラスすることができます。もち麦の食感でスープだけでも満足感を得られるので、ダイエットにももってこいですね。具沢山のスープにすると栄養バランスも整います。もち麦のおすすめの食べ方3つ目は、サラダのトッピングです。もち麦を茹でたり蒸しておいてサラダにトッピング。野菜の水分を吸ってもちもちな食感になり、食物繊維の量もアップします。もち麦自体は味が薄いので、ドレッシングとも相性がいいですし、野菜だけのサラダより食べ応えもあるので腹持ちも良くなります。野菜をサイコロ状にカットして、豆やもち麦を混ぜたチョップドサラダも食べやすく、栄養バランスも整っていておすすめです。今回はもち麦の健康効果など、体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいもち麦を適切な量を食べて、健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。